最新2025年9月6日、世界遺産熱帯雨林キュランダの旅、オーストラリアケアンズへの旅です。前半はゴンドラ、スカイレールとコアラガーデンズのお話をします。私たちはアパートメントホテルに滞在したので、朝は自分たちで用意をしてプールの見えるベランダで食事をとっていました。鳥の鳴き声もしてバケーションっていう感じで楽しめました。外での朝食はドイツのミュンヘンでのバケーションなど友人宅に指定したのですが、もう思い起こして楽しい時間でした。1億3000年前の白亜紀から存在する希少な植物の生息地をゴンドラでは上から眺めることができます。実際キュランダへはレンタカー以外だとゴンドラ、列車、バスと3種類の方法があります。一番安いのはバスなのですが、車酔いもするらしく、また景色は楽しめないそうです。私たちは行きをゴンドラ、帰りを列車にしました。当初はゴンドラのケアンズ市中寄りの駅スミスフィールドターミナルまでは市バスを使うつもりでいたのですが、土日は直行便がないらしいということで、急遽ツアーを探してそちらを利用しました。スミスフィールドターミナルまでは馬の牧場など車窓を楽しんでいるとあっという間でした。15分くらいです。全長 7.5 キロの旅です。アプリをダウンロードしておくと日本語で説明を聞けます。6人乗りですが2人だけのプライベート空間でスタートしました。天気がとても良かったため、はるか向こうにグリーン島などグレートバリアリーフの島々も見えました。熱帯のユーカリ林が熱帯雨林に変わった後、レッドピーク駅に着きます。全長175メートルの散歩道があり、レンジャーが無料でガイドをしてくれます。英語のみです。とても素敵な方で一緒に写真を撮って、記念にもなりました。大きな鳥の巣のように茂るシダ類などいろいろ見ることができました。とても大きな木です。レンジャーの説明の一言一言がこの土地や森への愛を感じられるものでいい時間でした。見渡す限りが熱帯雨林です。日本だと熱帯雨林というとおそらく沖縄の南の方まで行ってみるぐらいだと思うので小さなエリアですが、ここに来ると本当に広大さを感じました。ここに暮らす動物たちの写真も展示されています。ヘビはちょっと怖いですね。左手先に帰りに乗る列車の道が見えてきたりもしました。
ちなみにこの時は、香港出身で今はイギリスの、マンチェスターに住むという若い女の子と一緒の3人でゴンドラに乗っていました。バロンの滝も見えてきました。バロンフォールズ駅では展望デッキから、滝を身近に見ることができました。乾季なので水は少なかったのですが、その分、虫がいなくて快適でした。おそらく雨季は虫とかが多いと思います。バロン川の上空を渡ります。いよいよキュランダに到着です。駅に到着する直前に、写真を撮られて、販売もされています。ショップはいろんなものが売っていて、楽しかったです。コアラと写真が撮りたくて、予約をしていたため、その時間に遅れそうでちょっと焦りました。キュランダコアラガーデンズではコアラのお腹をちょっとだけ、触るくらいで、時間も 2,3 分と限られていましたが、1日20時間は寝るコアラです。ストレスを与えないため、もう抱っこしてのことはなくなっていたのですが、コアラファーストで OK です。私たちと一緒に写真を撮った子は片足をちょんと前に差し出すような姿でとても可愛かったです。この子はよくこんな姿勢で眠れるものだなと思って感心して見てました。コッカやウォンバットもいました。この子はちょっと背中を今向けてますが、正面からのハッピーなフェイスも見せてくれました。寝そべるカンガルーもオーストラリアに戻ってきたことを感じられて嬉しかったです。みんなが餌をもうすでに与えていたため、私のは食べてもらえなくて、それはちょっと残念でした。次回はキュランダの後半、ショッピングや列車の話へと続きます。